Welcome back to Japan Tech Channel。はい、スタートは英語だったけど、今日はちょっと久しぶりに日本語で動画を撮りたいと思います。はい、今日は僕のフィリピン仕込みの英語じゃなくて日本仕込みの日本語で対応させていただきます。今日のお話なんですけど、今日は知的財産についてお話ししたいと思います。で、起業するときってね、例えば会社名を決めるとか、会社の設立の登記をするとかね、銀行口座作るとか、人を雇うとか、事業計画作るとかね、あとウェブサイトも作るとか、なんかやることいっぱいあって、その知的財産ってとこまでなかなか気が回らないかもしれないんだけど、実はね、さっき言ったような、いくつかちょっとダーッとやらなきゃいけないこと言ったけど、この中にもね、実は知的財産に関連するようなことっていくつか入ってんだよね。例えば、会社名決めるって言ったけど、会社名をブランドにするんだったら、それって実は商標権に関係してくることだし、ウェブサイトを作るって言ったけど、これって著作権に関係してくることなんだよね。で、さらにその先にね、会社作って、例えば製品とかサービスをリリースしますと。でそういうのって、技術的に高いものだったら特許とかっていうのもあるだろうし、デザインがその売りだというなら衣装権っていうのを取ったりしてね、そのデザインを保護するっていう、そういうようなこともあると思うんですよ。で今日はね、そんなような、起業の時に押さえておきたい、知的財産についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。では、早速の質問なんですけど、そもそも知的財産って何のことを指しているんでしょうか？知的財産ってね、法律があって、それによると、人間の創造的活動により生み出されるものって、例えば商標とか称号、営業秘密、技術上の秘密うんぬんって書いてあるんだよね。で具体的に権利としては特許権とか実用新案権とか衣装権とか、著作権、商標権っていうのがあります。一応それも聞いたことありますね。さっき言ったのが会社を作るときでも知的財産権に関わることがあるって言ってたんですけど、これ何に気をつけておけばいいですか？そうだね、まず商標っていうのは分かりやすいっていう意味もあるし、最初の方で結構手当てしとくべきものかもしれないよね。具体的にはこれって会社とか商品の名前だったり、そのロゴマークだったりするわけですね。でこれを他の人に使われないようにね、保護するのが商標登録っていう、そういう制度になるんですよ。で商標登録されると、よくね、商品名の横とかに丸 R とか登録商標とか書いてあるのを見たことあると思うんだけど、そういう表示が使えるようになるんでね。もちろんその表示使わなくても保護はされるんだけどね。そうなんですね。じゃあ名前なんかがその商標登録されると、もう誰もその名前を商売に使えなくなるっていう感じなんですかね？絶対使えなくなるっていうわけじゃなくて、その商標登録をするときにね、その使いたい名前だったりロゴマークとともに、それをどういうサービスとかどういう商品に使うかっていうその内容、商売の内容も一緒に登録するんだよね。だからこの名前をもしくはこのロゴマークをこの商売に使いますっていう登録の仕方をするので、そこで登録されてない商売っていうのはその名前を使えたりするんだよ。じゃあ、事前に商標登録されているかどうかは自分で調べるとして、他の人がね、登録してない商標だと分かったとして、商標登録は会社を作ってからでいいんですかね？作ってからってなると、その名刺とかウェブサイトとかで、商標登録より先に世の中に出てあるんですけど、そういう流れで大丈夫ですか？まずね、他の人に商標が登録されてないと、使いたい名前が登録されてないっていうのは大前提になるんだけど、一回だから名刺とかにすっちゃって、とかウェブサイトに出しちゃってリリースしても登録できます。その辺はね、ちょっと、商標は、特許とか衣装に比べるとちょっと緩めみたいなんですよね。でも確かに会社を作るときに使おうと思ってる名前が、その会社名がよその商標登録じゃないかってチェックし忘れそうですもんね。このチェックはね、しといた方がいいと思うんだよね。いざだって会社名に決めて、これを使いますと。だけどなんかドンピシャ自分のねやろうとしてるビジネスのと同じようなとこで商標登録されちゃってたら会社名使えなくなっちゃうからねこのチェックはねした方がいいと思います。でもね、とはいえ、実際のところ商標登録までしちゃってる人って意外と少なかったりもするんだよね。
だけどね、やっぱり、もし登録する余力があるんだったら、しておいた方が、後から登録されちゃったりとかね、そういうこともありえるので、それを防げるっていうのはあるかなと思います。だから自分の会社名とかメインの商品の商品名とかね、それぐらいは商標登録してもいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。でね、後から登録されるっていうところに関しては、基本的にはね、洗顔主義という、主義が捉えていて、洗顔主義っていうのは、先に出願した人が優先されるっていう、そういう考え方なんですね。日本はそういう考え方らしいんですよ。だから、後から捉えてしまうということは十分考えられると。ただね、すごく前から、ある商標を使ってたっていう人ね、だけど登録してないっていうのを無理やり商標登録しようとしても、先に使ってた人を保護するっていう、そういう例外もあったりとか、あとすごく有名になってると、登録されてなかったりはするけど、すごく有名になってるような商標とかは、登録できないとか、そういう例外もあるみたいだけど、ただ基本洗顔主義なんで、そこはちょっと注意が必要です。例えばバナナっていう会社の名前を登録したいと思ったとするじゃないですか。その場合はどうしたらいいんですか？まずは特許情報プラットフォームっていうウェブサイトがあって、本当はここで見せてあげたかったんだけど、今日ねちょうど今メンテナンスの時間で、見せられなかったんでこれちょっとウェブサイトのあれを出しといてね。わかりました。はい、ウェブサイトのあれ出しといて、これで調べてくださいと。検索できるんでね、商標をインプットして検索ってやると出てくるので、どんな人がどんな風に撮ってるかとか、まずここで、自分が使おうとしてる名前とか、商品名が登録されてないかとかね、あとどんな分野で登録されてるかっていうのを、見れると思います。あともう一つはね、有名な商標っていうのも登録できないっていう、そういう規定もあるみたいだから、実際にその商品名ググってみてね、有名かどうかとか、他の人が使ってるかとかね、そういう状況も、見ておいた方がいいと思います。なるほど。出願ってどうしたらいいんですか？どんな専門家にどう相談するのがいいんですかね？そうだね。まず出願のやり方って、自分で出願するっていうのが一番安い方法としてあって、これはね、自分でその出願書類を、作って直接特許庁に出願しに行くっていう、もしくは電子出願するっていう方法だよね。値段で言えば次に安いのは商標登録代行のオンラインサービスっていうのがあるので、例えばね、その商売の区分が少ないとかね、分類が少ないとか、似たような、商標がなくて登録されてなくて、でシンプルになりそうだなみたいな感じだったら、こういうのを使うっていうのも一つ手だよね。ただ僕は使ったことないけどね、僕自分で出しちゃったので。ただもっとね、ややこしいような場合、ちょっと似たような商標があるんですけどとかね、似たようなビジネスでとか、そういう時はね、専門家、この場合、弁理士という専門家になるんだよね。商標とか特許とかっていうのは、そういう人たちに相談するのがいいと思います。ありがとうございます。てかあれなんですね、そもそも商標出願って自分でできるようなものなんですね。自分でやるとしたら安いっておっしゃってましたけど、どのくらいで費用がかかります？自分でね、商標登録くらいだったらできると思います。ペーパーワークがね、ある程度できるんだったら、大丈夫だと思います。ちなみにね、僕もだから自分で取ったんですよ。商標ってこういう風に登録されるとこう見えないから、こんな感じで、出てきます。特許庁から送られてくるのね。こういう本当にだからできるのはできるんですよ。で、たださっき言ったようにちょっと複雑なケースになりそうだなってなると、例えば最初に拒絶査定が特許庁から出てきちゃったりすると、そこに対して抗弁をして、やり取りしなきゃいけないとか、そういうね、面倒なケースが出てくると、ちょっと手に負えなくなっちゃったりするかもしれないよね。いろいろあるけれども、自分で、やるっていうのは不可能じゃないということですね。ちなみに、さっき言ったようにこれ自分でやったんだけど、この場合自分でやってもそうだし、専門家に頼んでもそうなんだけど、基本的に数ヶ月から半年ぐらいこれって登録されるまでに時間かかるんだよね。これぐらいはまずかかるものですよっていうのはちょっと要注意かな。これは専門家に頼めば早くなるとかっていうものでもなくて、もともとそれぐらいかかるプロセスだということだそうです。ただね、なんかファーストトラックみたいな感じで、
金を追加で払うと、先に優先的に審査してくれたりとか、そういうのもあるみたいだけど、それにしても数ヶ月はかかると。であと料金に関しては何分類何区分っていうんですかね、その商売がその何区分、またぐかでちょっと変わってくんだよね。で基本的にはまず出願の時に、1回の出願で3400円でプラス、区分数 ×8600 で、登録費用は、区分数 ×32,900 円です。これはだからね3区分とか区分数を増やしちゃうとね結構な大きな額になっちゃうよね。そっか、じゃあそれにしてもあれなんですね、意外と登録って安くはないんですね。自分でやると面倒くさそうだっていうのは分かるんですけど、質がしても取らない可能性もあるし、でも少なくともよその帳票登録じゃないってことだけは確認するなら、ただだからやらない手はないですね。で商標っていうのもねそうやって気をつけておかなきゃいけないポイントなんだけど、特許とか衣装っていうのがねまた要注意で、これね登録しないで先に世の中に出してしまうと後で後戻りできなくなっちゃうんだよね。あ、そうなんですね。特許はその発明した技術で、衣装って何ですか？衣装はねデザインです。だから商品でなんかかっこいい何かとか作ったらこれは衣装権取ってね、保護しなきゃいけないんで。でね基本的に製品をリリースしてしまうと、自分のアイデアでも原則的にはね、後から登録できなくなるようなものというかそういう性質のものなのでちょっと注意が必要なんですよ。自分の発明とかデザインでもリリースしたらダメなんですか？原則的にはねなんかちょっとした例外があるみたいだから、それはあるんだけどただ原則としてはねまずリリースするってことは、世の中に出て人目に触れてしまうってことじゃないですか。でこれって知的財産権の世界では公知になるというふうに言われてるのね、公になると。でそうすると特許とかこういう衣装って新規性って新しいっていうのが一つの登録要件になってるので、世の中に出ちゃったものっても新しくないので、登録の要件を満たさなくなっちゃうんですよ。だからリリースの前にその準備段階でね弁理士に相談するなり、出願するなりっていう準備が必要なんですね。実用新案も発明した技術の権利保護のようなイメージがありますけど、あれはどうなんです？実用新案も、そう基本的には発明したもののね、権利の保護なんだけど、特許と比べると技術の新規性とか進歩性、ね、つまりその過去と比べてどんだけその技術が新しくてどんだけ高度になったかっていう点が出した後に審査されなくて登録されちゃうんだよね。だから、登録の要件が特許と比べるとだいぶ緩いという特徴というか、そういうものです。だからその分ね権利としては弱いから本当にその技術を売りにしてくるとかそういう会社とかそういう商品だったらやっぱり特許を優先して考えたいよね。特許で出せるものは特許で取りたいと。だけどちょっとしたその工夫で、作った、例えば洗濯バサミみたいなやつとかそういう日常生活で使うようなやつとかは特許は取れなそうだけどっていう、そういうレベルのものだったら実用新案っていうのを考えてもいいかもしれないけどね。冒頭に著作権っていう言葉も出てきましたけど、これはどう気をつければいいんでしょうか？そうだね、まず著作権って何かっていうと、文章とか絵とか写真とかね、音楽とかそういう芸術作品とか、創作物がそのを対象にしたものなんだよね。それを守る権利だと。で、無断コピーしたりとか、そういうとこからその創作者の権利を守りますっていうのは著作権なのね。でコピーライトとかマルシーマークって見たことあると思うんだけど、著者というか著作者はねそういうマークをつけて、著作権はこれは私の著作物ですってやって、権利を主張するんだよね。でそういうものは他人が勝手にコピーしたりとか流用したりするのは基本 NG です。であとね著作権ってちょっとさっき言った衣装だ、特許だとちょっとそういうのと違って登録してなくても作り出した時点で、創作者に自動的に権利が付与されるっていうそういうちょっとね変わった権利なんですよね。で、著作者が死んでから、70年間保護され続けるんだよね。生きてる間は当然保護されてその後何年間っていうのは国によって違うみたいなんだけどだいたい70年ぐらい保護されるというものです。で、注意する点としてはねもし、
やろうとしている事業が例えば著作物を扱うビジネスね。例えば、何かを作り出して、文章を作って売りますとか、あとは、ウェブサイトを作って売りますとか、動画を作って売りますとか、あるいはそういう著作物を仕入れて販売しますとか、そういうものだったら事前にその辺っていうのはよく知っといた方がいいような気がするよね、著作権に関しては。例えば売るっていうんだったら、自分で作って売る場合ね、じゃあその権利は自分が持ったまま売るのか、使う権利だけを売るのか、それとも著作権ごと売るのかとかね、その辺って同じ売るって言っても多分、扱いが変わってくると思うんだよね、権利は。なので本当に分かんなければ専門家に相談するとか、きちっとその辺はね理解してやった方がいいと思うよね。でそうじゃない場合、普通のビジネス、著作物を別に扱わないっていう場合であったとしても、自分たちで例えばウェブサイトも作るだろうし、名刺も作るだろうし、チラシパンフレットみたいな印刷物もマーケティング用に作るかもしれないので、こういう場合は注意が必要なんですよね。その作ったものは今度はね、自分たちの著作物になるわけだから、自分たちが著作権があるっていうのはもちろんあるけれど、例えばそのウェブサイトの中で写真を使うとかっていうことはあると思うんだけど、その写真をねインターネットで適当に拾ってきて、ペッて貼っちゃったりするとまずいかもしれないよね。その写真自体に著作権があって、その人がねフリーで商用利用でも何でも OK ですって言うんだったら別だけど、やっぱり基本的にその作った人に著作権があるので、その権利はきちっと確認しなきゃまずいよね。じゃないと盗用したってことになっちゃうからね。知的財産ってそこまで気回らなそうなんですけど、結構重要なんで、事業を起こすときは、トゥーズリストとかに加えてちゃんとしっかり押さえておきたいですね。はい、今日はね、これから事業を始めようとする人が知っておきたい知的財産について、概念を話しました。実際の出願の手続きだとか、法律の内容っていうのは専門家、弁理士みたいな人に相談をした方がいいと思います。で、あともう一つはね、今日は主に国内のことについてイメージしてお話をしたんですけど、特許とか商法とかって、法律があるわけですよね。関連する法律があるんだけど、当然日本の法律は日本国内でしか適用されないんですよね。だけど最初から海外で事業することが分かっているのであれば、その場所で例えば特許を取るとか商標登録するとか、そういうことは考えた方がいいと思います。で、こういう知的財産には知的財産って言っても著作権は除かれるけれども、特許とかそういう商標とかね、国際出願みたいな制度もあるので、海外でそういう、権利を取っておきたいって人は、弁理士に相談するといいんじゃないかなと思います。事業を始めるっていろんなことを考えなくちゃいけなくて大変ですね。でも頑張って考えたデザインやらサインとか、そういうサインは違うか名前やら技術を人に盗用されないようにする手があるっていうのは、ちょっと事前に調べてちゃんと出願したりして、後で後悔しても多分もう遅くなっちゃうんで、先になるべくちゃんと全部把握して一つ一つこなしておくっていうのが大事ってことが分かりましたね。それでは、皆さんの意見をぜひお聞かせください。コメント欄で質問や感想をお待ちしています。またチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。